戦争の世界史第1章、戦争の起源。人類はなぜ戦うようになったのか。人類の歴史において戦争は自然発生したものではない。狩猟採集の小規模な共同体において恒常的組織的な戦いが確認される例は少なく、むしろ儀礼的衝突や限定的な略奪が中心であった。戦争とはより複雑で計画的な暴力の形態であり、それが成立するには人口密度、資源の固定化、社会の階層化という3つの条件が必要であった。第一に、人口密度の上昇は競争を激化させる決定的要因となった。広い土地を移動しながら生活していた採集民は他集団との接触は限定的であったが、人口が増加し社会が定住化すると集団間の距離が縮まり、衝突の頻度が増加する。考古遺跡ナトゥーフ文化紀元前1万2000年頃では多数の暴力痕が確認されており、定住化が暴力の構造化を促したことが示唆される。第2に、資源の固定化が戦利品の概念を生み出した。農耕が始まり、穀物、家畜、土地といった定着的資源が積み上がると、それらを奪取する動機が生じる。移動可能な獲物とは異なり、農耕地や貯蔵穀物は地理的に固定されているため、攻撃側は奪う価値を見出し、守る側は守る必要に迫られる。これが暴力を恒常化させる土台となった。第3に、社会階層化の進行は戦争を制度化した。指導者層を中心とする階層社会では、武力は権威の根源となり、戦士階級や青年集団が組織される。指揮系統の存在は個々人の衝突ではなく、集団対集団の計画的戦いを可能にした。より多くの武器、食料を動員し、勝利による領土拡大や捕虜獲得が政治目的として明確に意識されるようになる。さらに、進化生物学的には、暴力傾向は一定の選択圧の下で発達したものと考えられる。チンパンジー社会における集団間暴力は、人類の祖先にも類似の行動が存在した可能性を示唆している。しかし、反対にボノボは高い協調性を示し、暴力性の進化が必然ではなかったことも示している。つまり、人類の戦争は生物学的本能だけではなく、環境条件と社会構造の発展との相互作用によって形成されていった。総じて、戦争は暴力の自然な延長ではなく、社会が複雑化した結果として現れた技術的、制度的現象である。資源をめぐる争奪、集団の境界、権威の構築、これらが結びついた時、初めて戦争が歴史の舞台に姿を現したのである。第2章、青銅器文明の軍事革命。都市国家はなぜ武力を組織したのか。青銅器時代の最も重要な転換点は、都市国家の成立である。従来の農村単位の共同体が城壁を有する大規模都市へと統合されることで、軍事力は単なる部族間構想の手段から国家の維持装置へと変貌した。都市は人口密集と富の蓄積をもたらし、その安全保障のために組織的軍事力が不可欠となったのである。特にメソポタミアでは、ウルク期以降、城壁都市が乱立し、都市間戦争が常態化した。粘土板文書には、土地境界をめぐる紛争、住民の拉致、灌漑施設の破壊など、戦争に関連する記述が頻出する。灌漑農業は、共同体の生命線であり、水利権の争奪は戦争の主要な動機となった。この資源の人工化こそが青銅器時代の戦争を構造化した要因である。第2の転換は武器と戦術の革新である。青銅は石器や国旗に比べ格段に加工性、耐久性が高く、剣、槍、斧、投げ槍機といった専用の武器体系を誕生させた。また、戦車、チャリオットの発明は古代軍事の象徴的イノベーションである。馬と車輪の組み合わせは高い機動力をもたらし、指揮官階層の象徴となると同時に貴族支配を正当化する軍事的根拠ともなった。第3の要因は政治体制の階層化である。青銅器文明の王権は軍事指導者としての性格を強く持ち、王イコール戦士王という図式が明確に成立した。エジプトのファラオは軍の最高司令官であり、勝利をファラオの霊力の証とした。メソポタミアでもラガシュ王エワンナクムやアッカド・オーナラム神は積極的な征服戦争を展開し、軍事力が国家拡大の主要手段であったことを示している。さらに社会の分業化に伴い常備軍の砲火が生まれた。
従来の戦士階級に加えて王直属の兵士集団や軍事奴隷が存在し、戦争は農閑期の臨時活動ではなく国家規模の年間業務として定着した。食料徴税の制度化、貯蔵施設の整備、戦車部隊維持の物流など、軍事は国家財政そのものを組織化する役割を果たした。青銅器文明の軍事革命は、単なる武器進化の問題ではなく、都市と国家という社会構造そのものを発生させた原動力であった。城壁都市は防衛のために生まれたが、その存在は逆に敵対都市の征服を誘発し、戦争を国家間関係の常識へと押し上げた。つまり、青銅器文明は戦争を必要とする社会を生み出し、その社会がさらなる軍事革新を促進するという循環構造に入ったのである。第3章、鉄器と帝国の時代。巨大国家はいかに戦争を体系化したか。鉄器の普及は青銅という貴金属に依存していた古代軍事に対して圧倒的な量産性をもたらした。鉄は加工こそ困難であったものの、交渉が広範に存在するため武器の大量製造が可能となった。この物質的条件が後の帝国を支える大規模歩兵戦の制度化を準備したと言える。最初に鉄器による軍事革命を体系的に実現したのは新アッシリア帝国である。アッシリアは世界史上初めて鉄器武装の歩兵、騎馬隊、戦車隊、工兵隊を統合した総合軍を形成した国家であった。特に注目すべきはアッシリアが軍事力を単なる王の紙幣から切り離し、国民から徴発される常備軍、補助軍に再編成した点である。異文には兵隊基地、補給路、軍事植民都市の建設が記録され、戦争が国家運営に組み込まれた制度であったことがわかる。また、鉄製の工具は工場兵器を発達させ、波状土、工場等、掘削作業などが大抵化された。都市国家同士の小規模戦争に対して、アッシリアは都市ごと破壊、併合する帝国戦争のモデルを確立し、征服の規模と速度は従来の文明を凌駕した。これは軍事の産業化が政治と社会組織を再編しうることを示す最初の実例である。一方、ギリシア世界では鉄器の普及が異なる形で軍事制度を変化させた。それが重装歩兵、ホプリ隊による密集法人、ファランクスである。青銅製の装備は高価であり、戦闘参加は貴族階級に限定されていた。しかし、鉄器の普及により、中流農民が自費で武装可能となり、戦争は特権階級の特権ではなく、市民の義務へと拡大した。これにより、軍事参加が政治参加を要求するという、ポリスの軍事民主主義が成立し、ギリシアは世界史上稀に見る戦士市民の社会となった。その後登場するマケドニア王国は、鉄器と歩兵戦術をさらに制度化し、サリッサ調装法人と騎兵の連携による機動戦術を確立した。フィリッポス2世、続くアレクサンドロス大王の遠征は、戦争がもはや都市国家間の争いではなく、広域を統治する帝国形成の手段へと飛躍したことを象徴する。アレクサンドロスの軍隊は遠征路の補給拠点を体系化し、官僚、測量士、翻訳者を同行させるなど戦争を行政化する体制を整えていた。ローマ帝国はさらにその流れを拡大し、鉄器を前提とした軍団、レギオンシステムを成熟させた。軍団兵は訓練、工兵、建築、道路建設を担い、軍団は同時に軍事、行政、インフラを統合した国家装置として機能した。ローマ街道網は平坦路であり、帝国支配の根幹であった。ここに至り、戦争は単なる外敵への反撃ではなく、帝国の拡張、統治、秩序維持を支える制度となった。鉄器の普及は、戦争を富の再分配機構から国家そのものの運営システムへと昇華させた。鉄器は武器の大量供給を可能にし、その大量武装が常備軍と官僚制を必要とし、結果として巨大国家、帝国を成立させる。つまり、鉄器の時代において戦争は国家形成、制度発展、社会構造の再編と不可分に結びついた歴史上最大の制度的転換点であったのである。第4章、宗教と帝国戦争。信仰はいかに武力を正当化し、動員力を拡張したか。宗教は本質的に倫理規範と宇宙観を提供する体系であるが、その倫理観はしばしば正義と真意の概念を内包する。古代社会では戦争の勝敗はしばしば真意の反映とみなされ、武力行
市に宗教的正当性を付与することで、戦争は個々の支配者の野心ではなく、共同体全体の使命として位置づけられた。その象徴的事例が古代イスラエルの契約の民という観念である。聖書の記述では、イスラエルの戦争は神の命令であり、敗北は信仰の欠如に起因すると解釈される。この枠組みは宗教を通じて社会を戦時体制に統合する初期のモデルといえる。キリスト教世界においては当初、戦争は否定的に捉えられていたが、ローマ帝国における国家宗教化4世紀とともに状況は変化した。アウグスティヌスによる聖戦論は戦争を倫理的に容認する条件を定義し、暴力の行使を必要枠として神学体系に組み込んだ。これにより西欧社会においては正当な権威による正当な目的を持つ戦争が宗教的承認を受けるという構造が成立した。この思想は中世の十字軍において頂点に達する。11世紀末、ローマ教皇ウルバヌス2世は聖地奪還を掲げ、人々に罪の許しを約束することで前例のない規模の動員に成功した。ここでは宗教が戦争の倫理的正当化、軍隊動員の心理的動機付け、社会階層を超えた共同体形成という役割を果たし、戦争そのものが宗教儀礼、救済思想と不可分の存在となった。一方、イスラーム世界ではジハード、努力、奮闘の概念が軍事行動の枠組みを規定した。初期イスラーム国家は宗教共同体、ウンマの防衛と拡張を正義とみなし、信仰と軍事行為が密接に結びついた国家運営を行った。宗教指導者、法学者が軍事行動を規範化する宗教法体系を整備し、宗教が軍事と政治を包括する制度として機能した。仏教圏では本来不殺生を掲げるが、現実には国家権力との結合により軍事的役割を果たすことがあった。日本の僧兵、スリランカのシンハラ王国における仏教防衛戦争などでは、消防を守るという理念が武力行使の根拠となり、宗教的価値を守るための暴力が例外的に容認された。いずれの宗教文化においても共通しているのは、宗教が単なる信仰の枠にとどまらず、戦争参加の心理的動機と忠誠心を強化するイデオロギー装置へと変化したという点である。宗教が付与する絶対的正義は、戦争を単なる利害対立の解決手段から超越的使命を帯びた行為へと変質させた。この構造は十字軍やジハードのみならず、近世以降の国家神話にまで連続している。第5章、火薬革命と近世国家軍事技術はいかに政治構造を再編したか。中世ヨーロッパの軍事は封建領主の騎士と農民兵に依存する分散型体系であった。しかし14世紀以降、火薬兵器の普及によって戦争の力学は急速に変化した。とりわけ大砲の威力は従来の高い城壁を主とする城郭防衛を無力化し、城郭に依存する封建領主の時代を終焉へと向かわせた。その典型例として1453年のコンスタンティノープル陥落が挙げられる。オスマン帝国は巨大な工場砲、バシリカ砲を投入し、難攻不落とされた城壁を破壊した。この事件は中世の軍事体系が火薬に根本的に脆弱であることを示し、以後城郭は低く厚い両方式スターフォートへと再設計されるようになった。城壁の強化は膨大な資金を必要とし、この負担を調達するためには安定した課税システムと官僚機構が不可欠であった。結果として中央集権国家の成立が促進され、火薬が国家を作ったと言われるゆえんとなった。一方で火器の進歩は軍隊の訓練方法と規模にも大きな変革をもたらした。火縄銃兵と槍兵の連携体系、テルシオ、スウェーデン式歩兵などが確立されると、軍事力は高度な組織化を要求し、常備軍の維持が不可欠となる。常備軍は継続的な給与支払いと補給を必要とし、国家財政を肥大化させた。結果、ヨーロッパ諸国では税制改革、国債、兵隊制度など近代国家の基礎が整備されていった。火薬革命はまた戦争の規模と破壊力を拡大した。大砲の製造と運搬には統合的な産業と物流が必要であり、これが戦争の産業化の萌芽となった。
軍需産業は地域経済を巻き込みながら発展し、国家と産業の相互依存が強まった。火薬技術が世界各地で異なる政治構造を生んだ点も重要である。オスマン帝国サファビー朝、ムガル帝国に代表される火薬帝国は火器を独占的に運用し、広域支配を確立した。特にオスマン軍のイエニチェリは火器運用を専門とする常備歩兵部隊として国家権力の中核を担った。一方、日本では戦国時代後期に鉄砲が大量生産され、織田信長は鉄砲隊によって戦術革命を引き起こし、中央集権化と江戸幕府成立に結びついた。さらに開戦においても火薬は決定的役割を果たした。大砲を積んだガレオン戦は雪原戦術を旧式化させ、遠距離砲撃戦を主軸とする新たな海軍戦術を生んだ。海軍の発展は植民地獲得競争を支え、スペイン、ポルトガル、イギリス、オランダが世界規模の帝国へ成長する基盤となった。火薬革命の本質は、軍事技術の進化が国家、経済、軍事組織を連鎖的に変化させ、近代国家の枠組みを形成した点にある。ここに戦争と国家の不可分性が鮮明に現れている。第6章、帝国主義と総力戦。産業革命後の軍事力は何を変えたか。産業革命は軍需生産の規模を前例のないレベルに押し上げた。蒸気機関、近代工場、鉄道網の整備は軍事物資の大量生産と高速輸送を可能にし、戦争の持続性と破壊力を著しく拡大させた。弾薬、砲身、軍服、鉄道資材、艦船用鋼板などは工場で大量生産され、軍事力はもはや封建的動員では支えられず、産業化された国家経済に直結する存在となった。この技術革新は軍隊の組織構造にも影響を及ぼした。19世紀後半に確立した徴兵制、国民海兵は国家が社会全体を軍事力の源泉として扱う仕組みであり、国民国家の成立と不可分であった。徴兵制によって膨大な兵力が確保され、軍隊は大規模常備軍として常時維持されるようになった。同時に陸軍と海軍の技術的不均衡が国家戦略を左右した。鉄鋼艦、蒸気推進、鉄鋼弾の登場は海軍力を国家の存亡に関わる最重要資源へと押し上げた。特にイギリスは2国標準を掲げ、海軍優位を覇権の条件として維持し、これが帝国主義競争と軍拡競争を加速させた。帝国主義の拡大は軍事と経済の結びつきをさらに進化させた。欧米列強は市場、資源供給源、軍事、海軍基地の確保を目的として植民地を拡張し、軍事行動は国家経済戦略の一部となった。インド、アフリカ、東南アジアにおける植民地支配では、軍隊が行政機構の延長として運用され、戦争と支配の境界が曖昧になった。技術の進歩は新たな戦争観を形成した。電信、新聞、大衆政治の発展により、戦争は国民全体がリアルタイムに関わる出来事となり、ナショナリズムが軍事動員の心理的基盤となった。外交危機や軍拡の報道は国民感情を煽り、政治指導者の意思決定に影響を及ぼした。こうして戦争は軍隊の戦艦事項から国民全体の意思を動員する政治現象へ拡大した。これらの要素が凝縮し爆発したのが第一次世界大戦である。1914年以降、ヨーロッパ列強は国家総動員体制を敷き、工場、鉄道、農業、金融、労働力、プロパガンダなど社会のあらゆる領域が戦争遂行のために組み込まれた。総力戦は以下の特徴を持つ。国民全部を兵力、労働力として動員すること、国家予算の大半を軍事に投入すること、科学技術と産業が兵器開発の中心となること、民間都市が戦場化し、軍民の区別が崩壊すること。第一次大戦後、戦争の産業化と技術化はさらに加速し、航空機、戦車、潜水艦、無線通信などが軍事計画の中枢に組み込まれた。これらは第二次世界大戦で極限まで発展し、国家の科学力、産業力、人口動員能力が勝敗を左右する戦争体系を確立した。帝国主義と産業化が生み出した総力戦の構造は20世紀を通じて国家を社会全体を戦争のために組織化する巨大システムへと変えた。この構造は冷戦期の軍事研究体制、
核兵器開発、軍産複合体にまで連続しており、現代の安全保障構造の前提となっている。第7章、核時代と冷戦、抑止と代理戦争が世界秩序をどう形成したか。核時代は1945年8月、広島、長崎への原爆投下を契機に幕を開けた。核兵器は従来の火力の延長ではなく、文明そのものを破壊し得る絶滅兵器として戦争の概念を根底から揺さぶった。アメリカの核独占は長続きせず、1949年にソ連が核実験に成功すると、世界は二極核体制へ移行した。核兵器の保有は軍事力の象徴であると同時に、運用を誤れば自国をも破滅させる存在であり、相互各省破壊、マットという戦略原理を生んだ。両大国が報復能力を確保する限り、全面戦争は抑止され、使えない兵器が平和を維持するという逆説的状況が成立した。しかし、これは平和を意味せず、軍拡競争を伴った。米ソ両国は、水爆、ICBM、SLBM、戦略爆撃機、核潜水艦などを次々に開発し、軍備は天文学的規模へ達した。その副産物として、アメリカでは軍産複合体が政治の主要プレイヤーとなり、軍事技術研究、産業、政治が一体となって国家政策を左右した。核抑止の下では、米ソの直接戦争は避けられたため、戦争は周辺地域での代理戦争の形をとった。朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン紛争、アフリカ各地の内戦などは地元の政治対立を超えて米ソ勢力争いの舞台となり、ゲリラ戦、心理戦、革命運動支援など非正規戦術が重要性を増した。冷戦は軍事だけでなく経済、科学、文化、情報を含む総合的競争の時代でもあった。宇宙開発競争、スプートニク、アポロ、スパイ戦、第三世界支援など軍事に直結しない領域も戦略的意味を持った。衛星技術や電子通信は軍事指揮系統を変化させ、ミサイル早期警戒システムは核抑止体制の安定に不可欠となった。冷戦構造の特徴は熱戦を回避しつつ緊張を維持する長期競争にあった。危機は頻発したが、キューバ危機など全面戦争には至らなかった。外交交渉と条約、ソルト、ABM 条約、INF 条約などが緊張管理に一定の役割を果たしたからである。1980年代後半、ソ連の経済的疲弊と東欧諸国の独立運動を受け、冷戦は終結へ向かった。1991年のソ連崩壊は二極構造の終焉を意味したが、核兵器は依然として世界秩序の根幹にあり、冷戦期の抑止構造は今日も続いている。核戦力、ミサイル防衛、サイバー戦、無人機、宇宙領域など現代の安全保障は冷戦以来の枠組みの延長線上にある。第8章、現代戦の変容、サイバー、無人兵器、ハイブリッド戦は戦争概念をどう変えるのか。21世紀初頭、アメリカが主導した対テロ戦争では、無人機が新たな戦争形態として急速に普及した。ドローンは有人機に比べて運用コストが低く、人的損害のリスクもないため、紛争地帯における監視、爆撃任務を効率化した。衛星通信、GPS、AI 識別技術の発達により、無人機は偵察兵器から精密攻撃を行う自律型戦闘プラットフォームへ進化している。これによって戦争の距離は大きく変容した。攻撃する側は本国から遠隔操作し、攻撃される側は姿の見えない敵にさらされる。この非対称性は戦争倫理や国際法の枠組みを揺さぶり、戦争の主体を曖昧にしている。一方、サイバー空間は新たな見えない戦場として確立された。社会インフラはデジタル技術に依存しているため、サイバー攻撃は通信網、電力網、金融システム、軍事指揮系統を麻痺させ得る。サイバー攻撃は物理的武力を伴わずとも国家機能を停止させ得るため、戦争の定義そのものを揺さぶる。攻撃主体の特定が困難な匿名性は従来の抑止理論を適用しにくくし、水面下での影響力争いを常態化させている。現代戦では軍事と非軍事の境界が消失したハイブリッド戦が主流となりつつある。軍事力、正規軍、特殊部隊、
非軍事力、経済制裁、サイバー攻撃、情報操作、外交圧力、非国家主体、民間軍事会社、武装勢力、ハッカー集団、世論操作、SNS、フェイクニュース、心理戦、これらを組み合わせ、相手国の社会、政治、経済を内側から揺さぶる手法であり、ウクライナ情勢や中東紛争などで顕著に見られる SNS を介した情報戦は、政情不安や選挙介入を引き起こし、戦時と平時の区別が消えるという新たな問題を生んでいる。兵器も機械化、自律化が進み、AI が戦闘判断を支援する段階に達しつつある。自律型ドローン軍やミサイル防衛システム、リアルタイム解析は人間の判断速度を超える機械の戦争を準備している。この変化は倫理的、法的問題をはらみ、AI が知識的判断を下すことの可否は、国際社会で大きな議論を呼んでいる。さらに、現代の紛争では、エネルギー、食料、資源の供給も武器化され、経済的相互依存が新たな脆弱性となった。制裁や貿易制限が事実上の軍事行動と同等の効果を持つ状況は、21世紀の特色である。現代戦の根本的特徴は、戦争が国家、軍隊の独占ではなくなったことにある。技術の民主化により、国家以外の主体が軍事的影響力を持つようになり、軍事、経済、情報、サイバーの境界が消えつつある。戦争は社会の総合的破壊と支配を狙う行為として再定義されつつあり、そのスピードと非対称性は国家の戦略思考、法制度、倫理観に新たな再編を迫っている。終章、戦争の未来、技術革新と人類社会はどこへ向かうのか。1、技術の速度が戦争の概念を再定義する。2、国家の独占が崩れ、戦争の主体が多極化する。3、人間の戦争観が変わり、倫理と法が試される。4、地球規模の相互依存が戦争の勝敗を複雑化する。5、戦争なき戦争の時代へ。6、人類は戦争を克服できるのか。最終的な問い。結語、戦争は人類社会の最も暗い側面でありながら、文明を変化させてきた巨大な力でもあった。技術が進化し、戦場が見えなくなる現代において、戦争を理解することは、人類の未来を理解することである。本文が示した通り、戦争の歴史は破壊の歴史であると同時に、制度と技術の進化の歴史でもある。そして、その未来は、私たち自身の選択によって形作られる。チャンネル登録、高評価お願いします。